こんにちは、ハルトです。9ナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会において死刑制度は非常に敏感かつ重要なテーマです。私たちの日常生活に直接関係がなさそうでありながら、死刑制度は価値や論理、そして社会正義について考える際に避けては通れない問題です。死刑について私たちが知っておくべきことは、死刑制度に関する多角的な視点と知識を提供することで、読者が死刑について自らの立場や意見を持つための手助けをしてくれる一冊です。本書では、日本社会における死刑の現状やその歴史・法徳背景、被害者や加害者の視点、そして国際的な動向に至るまで幅広く詳細に解説されています。特に死刑非死派、存持派それぞれの主張や事件報道と死刑持論の関係性なども丁寧に紹介されており、一方的な主張に偏ることなく多面的に問題を見つめることができます。また、筆者は学術的な知見に基づきながらも、一般の読者にとって分かりやすく解説しているため、法律や教式政策に詳しくない人でも読み進めやすい内容となっています。死刑を単なる刑罰の一つとしてではなく、社会の在り方そのものを問い直すきっかけを与えてくれる本書は、時代を問わず多くの人に読まれるべき意義のある一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、死刑制度の歴史と現状。本書の第一の重要なトピックは、日本及び世界各国における死刑制度の歴史と現状についての詳細な解説です。著者は、死刑がどのようにして法律の中に組み込まれ、どんな目的や経緯で存在してきたのかを年代ごとに追っています。特に日本のでは、戦後から現在に至るまでの死刑制度の変遷や国民の意識の変化、裁判所のスタンス、刑罰改正の議論などが取り上げられており、制度的背景を理解するための基礎知識がまとめられています。また、アメリカやヨーロッパ諸国、アジア近隣国の制度との比較を行うことで、日本特有の状況や国際的な位置づけを明らかにします。グローバルな潮流の中で日本がどのような立場にあるのかを知ることで、読者はより広い事業で死刑問題を考えることができるようになります。次に、死刑判決までのプロセス。次のトピックとして、死刑判決がどのような法的プロセスを経て下されるのかについて解説しています。形式時間が発生してから裁判に至るまで、そして死刑判決が実案に執行されるまでの流れを、具体的な事例を教えて説明しています。響板の流れや証拠の扱い、裁判減制度の導入が死刑判決に与えた影響、そして現在の可能性など、制度の細部にわたる説明がなされています。また、死刑判決が下された人々の心理的変化や刑務所での生活、死刑維持制の実勢とその周囲の環境も取り上げられ、読者がリアルな死刑制度の裏側を知ることができます。法的種族や地義との現場を知ることによって、死刑の重みや問題点をより実感できる内容となっています。さらに、被害者と遺族の思い。本書の大きな特徴の一つが、死刑制度について被害者やその遺族の視点からも焦点を当てている点です。被害者遺族の悲しみや苦しみ、社会的な孤立、そして事件をきっかけに変化した人生について、著者は実際の声を教えながら誠実に描いています。死刑が遺族にとってどれほどの究極となり得るのか、あるいは逆に新たな苦しみを生むのかについても考察がなされています。また、被害者支援の現状や課題、心のケアの重要性にも触れており、単なる加害者への啓発という観点だけでなく、事件によって傷ついた人々の再生や社会的サポートという視点を持つことがいかに重要かを教えてくれます。そして、加害者の視点と更生の可能性。死刑制度の議論において見落とされがちなのが、加害者の立場や更生に関する問題です。本書は、死刑判決を受けた加害者の恋たちや心理状況、事件に至るまでの過程を分析し、なぜ人は重大犯罪に至るのかという問いに向き合っています。また、
死刑制度が更生の機会を自動的に奪ってしまうことの論理的問題にも踏み込み、被害者への長いや社会復帰の道が本当に閉ざされる必要があるのかという問題意識を提示します。犯罪者であっても究極や更生の可能性があることを指摘し、単なる単罪ではなく教育や再生にも目を背ける必要性を訴えています。最後に、死刑廃止存持論争と持論、死刑制度をめぐって最も活発に議論されるのが廃止派と存持派の意見のぶつかり合いです。本書ではそれぞれの立場の論拠を丁寧に整理し、死刑が犯罪防止に役立つのか、また明日待ちが許されない中法として社会にどのような影響を与えているのかをデータや具体的な事例をもとに検証しています。さらに、マスコミ報道が治安にどのように影響を与えているのか、政治的な議論の背景や持論調査の推移なども分析されています。死刑制度について自ら考え、責任ある意見や判断を持つために必要な論点を整理し、対立する注意主張の中で自分自身の立ち位置を見つけ出す手助けをしてくれます。結論として、死刑について私たちが知っておくべきことは、死刑という重いテーマに多角的な視点から再起し、私たち一人一人がこの問題についてどう考えるべきかのヒントを与えてくれます。科学部や形式政策を学ぶ学生はもちろん、ジャーナリズム、心理学、社会福祉の現場に関わる人、そして社会問題や人権について関心がある一般の方にも本書は強くお勧めできます。死刑制度を単なる刑法制度としてだけでなく、被害者資源や加害者の構成、社会全体の価値観や正義の在り方を問い直すきっかけとして読むことで、文字を多面的に見る力が養われるでしょう。本書は特定の立場や注意主張に偏ることなく、冷静かつ分かりやすく解説しているのが最大の特徴です。そのため、単なる知識の習得にとどまらず、自分の考えを深めたり、他者の意見を理解したりする上で大いに役立ちます。他の書籍と比べて、死刑制度について網羅的かつ公平に扱っている点、そして日本社会の現状に資した具体的な解説が豊富である点が切り立っています。正解のない問いに向き合う姿勢と多様な視点の大切さを学ぶために、本書を手に取って損はありません。今後の社会生活や職業人生においても大きな財産となる教養を身につけられる一冊です。ご資源いただける場合は、まさな急ぎポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どごの感想をぜひお聞かせください。それではまた。